宿の主人が部屋から戻ってきて準備ができたと言い、加点優は立ち上がって良縁に声をかけてから、すでに落ち着いて眠っている良髪をそっと抱きかかえた。案内された部屋は質素だが比較的きれいだった。川髪を一番奥の寝台に寝かせ、縁に向かってそう言って部屋を出て行った。高波天を連れてくるのだろう。縁は部屋の隅にかけてあった手ぬぐいで上着の汚れを払い、初の隣の寝台に上がり、体を横たえた。今までのたった二人きりだった生活の中に突如現れた二人。この先どうなるのかという不安で縁の頭はいっぱいだったが、体は疲れ果てており、すぐに眠りに落ちていく。先ほどの広間の明かりは、消えることはない。こうは相変わらず卓に突っ伏していたが、目はわずかに開いていた。こうはゆっくりと腰を上げ、かとともに部屋へと向かった。春らしい暖かな日差しが窓から差し込んでくる。どうやらもう昼近くになっているようだ。縁が寝台の上で横になったまま、隣に目をやる。初がいるはずの寝台が空になっていた。はっと息を飲んで状態を起こして部屋を見回すが、自分以外誰もいない。縁は急いで寝台を降りると部屋の外へと駆け出した。部屋を出ると開花の広間を見下ろすことができる。客は多くないが、食事をする宿泊客らしきもの、近所のものだろうか談笑する老人たち。そこにはあのこうやかも見当たらなかった。縁は焦って階段を駆け下り、近くの客は怪訝そうな顔を向けた。ちょうど、昨晩の宿の男が広間に出てきたところだった。この男、やはり反応がいちいち不自然だ。今の縁は相変わらず汚れた格好でどう見ても不老児なのに、これほど丁寧に接する大人がかつていただろうか。どちらかというと警戒でもしているようではあるが。そんなことを感じながらも、縁は素早くお辞儀をしてみせて、表へと駆け出した。もうすでに日は高い。落ち着いたその路地にも人通りがあり、活気があった。見ると宿屋の軒下に並べてある長椅子に、こうと初が座っている。縁は大きく息を吐いて胸をなで下ろし、頬を緩めて二人を眺めた。初は肉まんじゅうを頬張っている。隠れることも、慌てて口に押し込む必要もなく、味わうことのできるまともな食べ物を、初が美味しそうに頬張っている姿に、縁は思わずその瞳を潤ませた。こうはそう言いながら金を懐から取り出し、受け取った縁は少しばかり戸惑っていたが、大きく頭を下げてから湯気の立ち込める屋台へと走っていった。こうは初の頭を撫でながら目を細めて縁の後ろ姿を見ていた。初は通りを行き交う人々と肉まんじゅうを交互に見ながら、黙々と食べている。しばらくして人混みの中を戻ってくる縁を、こうと初が見ているが、彼女はそれに気づかず、
じっと手に持った肉まんじゅうを眺めながら歩いている。園から釣り銭を受け取った子は屋台へと向かう。園はハツの隣に座ると、ハツと同じように肉まんじゅうを頬張った。肉が多いと言っても所詮はまんじゅうで、確かに1個ではあっという間に腹に収まってしまうが、2人にとっては久しぶりのまともな食べ物である。食べかけの肉まんじゅうを持った手を膝に下ろし、円は寂しげにつぶやいた。ハツが倒れたところに偶然居合わせ、なぜか親切にも医者に見せて、宿にまで泊めてくれた。しかし、それだけのこと。あの老人がこの先ずっとこうして食べさせてくれるなどと期待することは、あまりにも愚かであると、円は知っている。昨夜一緒にいた、かという人の姿は見えない。老人もこのまんじゅうを食べ終えた途端、どこかへ消え去ってしまったとしても何ら不思議はないのだ。円はとても寂しく、そして惨めな指定であることに変わりはないという現実に打ちのめされていた。